こんにちは、作曲家ギタリストの黒澤大輔です。今回の動画はボグレンデジタルというメーカーのソフトウェアをレビューしていきたいと思います。前回の動画でギター系のソフトのレビューを行いましたので、今回この動画ではドラムサンプルパックについて徹底的にレビューしていきたいと思います。まずは収録内容ですが、コンタクトで読み込むことができる NKI 形式のものと、スレイトのトリガーというプラグインで読み込むことができる TCI というフォーマットと、あとは WAV ファイルですね。WAV ファイルと TCI ファイルの方は、もうすでにミックスされた音と、それぞれのマイクが独立したWAV ファイルと2種類収録されています。ではまずはこちらではコンタクトで読み込んでみたいと思います。で、コンタクトで読み込むと、このようなシンプルなインターフェースで、これでプリセットを選ぶような形になっています。で、音を鳴らす MIDI のノートナンバーはこちらで変更できます。ラーンを押すと任意のノートナンバーを鳴らすことで、その音を覚えさせることができます。1点注意点としては、こちらの MIDI チャンネル、デフォルトだと1になっていまして、打ち込んでいるドラムが全部 MIDI チャンネルが1であれば問題ないんですが、念のためここをオムニにしておくと、どの MIDI チャンネルのノートナンバーが来ても再生することができるので、ここをオムニにしておいた方が無難だと思います。それではこのようなベロシティに差をつけたサンプルを打ち込んでみたので、各音色を鳴らして聴いてみたいと思います。はい、というような音色になっています。イェンス・ボグレンさんのサウンドの傾向からして、もっとバチバチのメタルオンリーなサウンドなのかなと思いましたが、非常にナチュラルプラスアルファぐらいのサウンドになっているので、メタル以外のジャンルでも生ドラムに重ねたりして輪郭をくっきりさせたりとかするのには非常にいいんじゃないかなと思いました。で、こちらの音源というかパックですが、ドラム音源というよりかは生ドラムだったり打ち込みドラムにさらにレイヤーして使うようなことを想定されているのかなと思います。ですのでこれ単体で聞くとちょっと物足りなさを感じるかもしれませんが、この後打ち込みのドラムと生ドラムとに重ねて試してみたいと思います。そちらのサウンドが気になる方は動画の後半の方をジャンプして聞いてみてください。それではスネアの方も先ほど同様に一つずつ聞いてみましょう。で、最後の2つが、ボーナスに当たるコンテンツで、スティックイットという方はクローズドリムショットのサウンドですが、こちらのスパイクミーインというのは、これだけで聞くと空き缶のようなサウンドなのですが、同梱されているドキュメントを見た感じですと、これはちょっとした秘密兵器で、トップエンドのアタックが必要な時に重ねるのが好きなんだ。さらにエキサイティングにするにはアグレッシブなサチュレーションプラグインで歪ませてみてください。
樽のようなサウンドを追加できることに気づくかもしれません。と書いてありますね。ですので、これをちょっと歪ました状態でさらにスネアにレイヤーすると、ちょっとアタック感が足されるというものではないかなと思います。こういったそのプロデューサーならではのちょっとしたトリックみたいなのも収録されているのがシグニチャーものの大きなメリットの一つかなと思います。それではこちらのドラムパックをまずは打ち込みのドラムにレイヤーしてみたいと思います。打ち込みであれ生ドラムであれサンプルをレイヤーするときに個人的に心がけているポイントとしては、なるべく別の要素、元々のドラムになかった要素をレイヤーしたいという目的なので、多くの場合はレイヤーするサンプルは割とバキッとしたサウンドを足すことが多いので、足す前のスネアだったりキックの音は割とナチュラルな状態にしていることが多いです。というわけでこちらの打ち込みでは Easy Drummer 3を使いまして、こちらのデフォルトの、プリセット、これですね、メインルーム、スタジオベーシック、こちらのプリセットで鳴らしてみたいと思います。レイヤーすると当然音量も上がりますので、太鼓類は全部ちょっと下げ目に設定したいと思います。このままの状態で聞くとこのような感じになっています。ここにキックとスネアとタムをレイヤーしてみたいと思います。はい、このように変化します。試しに、他のオケも鳴らして聞いてみましょう。はい、このような形で、こういった激しいオケにも負けないようなサウンドをレイヤーすることができたかなと思います。で、使ってみた印象ですと、ここからさらに EQ とかコンプ、リバーブとかをかけていった方がもっと激しいサウンドになるんじゃないかなと思いました。ですので、これを簡単に足せば誰でも原子ボケのサウンドになれるっていうものとは違って、彼自身も実際の仕事で使っているサンプルと書いてあったので、ここからさらにちょっとお好みのミックスを加えていくとさらに良くなるんじゃないかなと思います。それではこちらの楽曲は、ブラックアルバム3というアルバムからフィールド7という楽曲です。曲自体はメタル調じゃないのですが、メタル調じゃないジャンルにもキックやスネアをレイヤーするというのは、使えるというところをご紹介できればと思います。では、何もトリガーしていない状態で再生してみたいと思います。はい、それではここにバスドラムとスネアをレイヤーしてみたいと思います。まずはじゃあレイヤーしたボーグレンデジタルの音のみを聞いてみましょう。はい、こちらは元の波形から抽出した MIDI データになります。これだけ聞くといかにも打ち込みという感じのサウンドなのですが、生ドラムにサンプルをレイヤーするっていうことはより人工的な要素、なるべくムラのないサウンドだったりっていうのを追加していく作業になりますので、足す音としてはなるべく抑揚のない音を足していく方が生ドラムにない要素を足していくことになるので合うんじゃないかなと思っています。ではレイヤーした状態オンオフしながら聞いてみましょう。
かなりパキッと輪郭が出てきたと思います。ではこちらもオケ全体で聞いてみましょう。はい、という感じでオケ入れるとよりレイヤーで輪郭を出すことの重要さが伝わるかなと思います。もう少しレイヤーの方の音量を上げてみてもいいかもしれないですね。そちらの方が違いが分かりやすいかもしれません。もう一回再生してみましょう。はい、という感じで、あと先ほど1点解説を忘れていたのは、コンタクトのフォーマットも、トリガーのフォーマットも、このダイレクトとアンビエンスという値がありますので、アンビエンス0でダイレクトだけで聞くと、オンマイクの音だけを活かすことができます。アンビエンスはこのような音になっています。リバーブ的なニュアンスでアンビエンスを上げていってもいいと思いますし、生ドラムあるいは打ち込みと合わせる場合のルームの音量に合わせてアンビエンスを上下させていくという調整方法もあると思います。で、WAV 形式とトリガーのフォーマットはこれの2種類以外に各マイク個別のデータが収録されておりますので、ここではダイレクト、一口にダイレクトといっても数本のマイクがミックスされた状態のダイレクトだったり、アンビエンスもルームマイクだったりオーバーヘッドだったりっていうマイクがいい感じにミックスされた状態で用意されていますが、個別のトラックのデータを使うことによって特定のマイクのサウンドを上げ下げしたりとか、自分なりにミックスしたりとかっていうような使い方ができると思います。はい、いかがでしたでしょうか。ドラム音源というものとは少し違うニュアンスで、かといってこれを足せば誰でもイェンス・ボグレンのサウンドになれるというほど楽なものではないのですが、世界的なエンジニアである彼自身が実際に日々の業務で使用しているサンプルとのことですので、自分もこのサンプルを使って研究して彼のサウンドに近づいていけたらいいなと思っております。はい、それではこちらの動画がいいなと思っていただけましたら、高評価やチャンネル登録などをよろしくお願いいたします。ありがとうございました。